河野明人さん、当時18歳。爆心地からおよそ 4.1 キロ離れた祇園町長塚で被爆しました。陸軍両松師匠に動員されていた河野さんは長塚の作業場で被爆。凄まじい爆風で4、5メートル先まで飛ばされました。牛田町の自宅に帰る途中、初恋の人とすれ違いましたが、声をかけずに別れたことが今でも忘れられないと言います。当時から戦争に否定的で、軍の徴兵検査では入隊したくないという思いから視力検査でわざと見えませんと答え、徴兵を免れた河野さん。愛があれば戦争は起きないと語ります。昔の中学 5年生徒でしたっけね、中学卒業してから今の遊んどったら徴用にかかるんですよ。でじゃあどっか学校探して言うんで電気学校いうのへ入ったんですよね。でそれは電気学校の旧制中学卒業したものがあと2年間ほど高等部というのがあって、そこへ入ったんですね。もう2年目からは宇品にございます陸軍の、軍の関係にですね、両松省というのがあったんだ、宇品にね。醤油とかですね、砂糖、それから缶詰、缶詰なんかもう工員さんが缶詰を作ってですね、そこの仕事をさせられよったんですよ。学生の身分でありながら。今の下からね、自転車で祇園町の長塚いうとこに今のうちの陸軍の両松省のねに砂糖とか醤油とかね缶詰なんかをそこに置いて、それをさっきも申し上げましたが、そこからさらに八音松で西条へこうね分散するんですよね。そこへ行くのに行って、それから作業着に着替えて、でこう長いこう椅子があったんですが、帽子をかぶって座ったと思ったら、ちょうどこのくらいの小さな窓があったんです。そこがピカッと光ったんですよね。あら、そしたら椅子から飛ばされて爆風で4、5メートル先まで飛ばされとったんです。その瞬間は記憶がないんですよね。なんでアメリカこの明るいのにね焼夷弾を落としたんかいのと瞬間的にはそう思ったんですね。怪我はなかったんです。それもね今言うように8時15分ということですが、あれがもう2分3分前だったらおそらく自転車で勢いに吹き飛ばされたりね、橋の上を通りよったらねバーッと爆風であとは自転車と一緒に落ちて今現在生きちゃおらんですよ。ですぐ起きて、でその時に今にカーッと光った時にすぐ裏へ逃げたん。これはね爆弾落とされるけんね、まだ銃撃されるけんとにかく逃げねえけん一緒になってね逃げよったらそこを狙われてね銃撃されるけんとにかくみんながバラバラになってね山へ逃げよう言って、で祇園町の西山本という学校がありますが小学校がねその近くに山があったんで、それで行ったようなことですね。
今度はやっぱり家が心配でね、家のものをどうしとるだろうかね、母親や兄弟がね心配になって、もう一時も早く帰りたかったですよ、我が家へね。今現在のね総督の前の橋を渡ればお下は近いんですよ。ですがその橋が足がこう3本あってね、1本降りとったん。橋がこういうふうになっとった。自転車じゃ通れんのよ。もう一回しようがない、横側を通って、最初に横側で見たのはね、まあ昔の電車ですが、横側で初めて見た電車が真っ黒焦げでね、骨組みだけが残って、ターミナル焼けとるんで、そこの近くまで行ってみたわけじゃないですが、2、30メートル離れたところでこう見たんです。その横に当時はね、あなたら全く想像もつかんでしょうが、物を運搬するのにトラックじゃないんですけど、馬で、馬車馬で馬でね、みんな物を運びよったんですけど、その馬が横になって死んどったのを最初に見たんですよね。それはね、みんなね、とにかくやけどしとる、外へ出とるものはね、それからこの皮がみなはげて、みんなこうやって、それからとにかく水をどういうなんかね、やっぱり水を欲しがる人がいっぱいあったよね。水くれ水くれ言ってね。で今考えたら私は元気なかったんだけど、その人をなんとか助けてあげりゃよかったがいて、今後悔しとるけども、しかしほんまみんな一人一人がほんま命がけじゃったけんね、人を助ける余裕なんてほんまなかったからね。5、60歳の男性の方ですがね、お兄さんちょっと頭見てくれ、痛いんじゃが言うてこう頭見たん。そしたらね、血が吹きよるな。それがそうは言えんから、これかする傷よね。心配しんさん、それほど気にすることはないよ言うてね、何したんですけどね。その人その後どうなっちゃったか、全然ね知らん人ですから。そして八丁堀を通り、その時に誰も言うちゃおらんがね、あゆ橋の上でね、初恋の人に会ったんですよ。今でも名前をちゃんと覚えております。中野淑子さん。たまたま目と目が合った。それがお互いこう、言葉もかけずに別れた。今でもそれが悲しゅうてやれん。声をかけてね、私と一緒に下まで帰っとる元気でね、亡くならんで済んだんかの思うにが、やっぱり中心部でやっぱりガスを吸うとるような関係でしょうね。それの同級生が「河野さん、あんたのね恋人はね亡くなっちゃったよ」ってわざわざ私に知らせてくれたんですよね。いまだに写真大事に撮っております、初恋の。そしてそのまんまね、相橋を通って八丁堀通って白島へ通って、そして我が家帰ったんです。だから我が家のものはね皆無事だったから、安心したようなことですよね。もう家も帰ってみたら、もうガラスは皆割れ、もう障子も皆壊れね、家の瓦もずれとるわいうようなね状況だったですからね、帰った時に。でも兄弟母親が、命がねあった、命が助かっとったからね、今学校が中心だったいうことで
なんだけど、その当時はそこが中心じゃなんだのいうようなことは全然分かりもせず、原爆だというようなことも全く分かっとらんわけですけどね。だから別にそう気にはしてないですけどね。でうちに原爆だったん後から聞いてから、いやほんま中心部まで出てわざわざねガス水にあそこまで行ったような。愛がないからですよ。愛があれば戦争は起きないんです。ね、愛という字を見てください。ね、一つは心の触れ合い、心の交わり、ね、これがないから戦争が起きる。今でもね北朝鮮とのいろいろニュースなんかでやっておりますけど、心の触れ合いがないんですよ。対話がないんですよ。ね、やっぱり話し合う心ですよ。やっぱりね本当にこの戦争しちゃいけんと、ましてや原爆弾のね核をね絶対になくさないけんというのが私の本当の心からのお願いですよ。